何かと最近騒がれている BTS。万端会食での内容も、日本と韓国のアーミーでは、解釈も受け取り方も違うと論議を読んでいますが、BTS メンバーが幸せならそれでいいと思っているアーミーがたくさんいますよね。今では世界的アーティストとなり、その重責も多いことから、本当の自分が消えかかり、それでも BTS が大好きだから、長く続けていきたいと、自分をなくす前にどうにかしたいと泣きながら話したメンバーもいました。泣くことは、ストレス解消のために体に良いと言われていますが、今回は BTS メンバーが涙を流した感動的なシーンや可愛いシーンなど、メンバーごとにご紹介していきたいと思います。BTS が涙を流した理由をメンバーごとに紹介。BTS が涙を流すシーンは意外とよくありますよね。楽しいからという時もありますし、悔しいから、悲しいからなど様々な理由で、私たちはメンバーの涙を見てきました。忙しく活動し、努力も欠かさない BTS なので、涙を流すというストレス解消にいいことを我慢せずにしてくれているのはいいことですよね。それでも、今回の報道で、どれだけメンバーが我慢してきたかも分かりましたし、これからは無理なく、次のチャプター2に向かっていってほしいと思います。それでは、一人ずつ見ていきましょう。ズボンが下がってきて泣いたジン。まずはジンですが、デビューして、初めてのステージでズボンが下がり、思うようなパフォーマンスができず、泣いたことがあります。ジンといえば、もともと俳優志望だったこともあり、BTS になって初めてダンスを習ったため、メンバーとの差を埋めるために相当な努力を重ねデビューを迎えました。そんな努力の末迎えた初舞台で、ズボンにつけたマイクの重さのせいか、ズボンが下がってしまい思いっきり踊りきれなかったジンがいます。ジンは悔しくて舞台裏に戻った時、ハンカチで何度も拭うほど泣いてしまったのでした。このエピソードに、アーミーは一緒にもらい泣きしてしまいそうですよね。ですが、初々しい BTS メンバーともともとベビーフェイスなジンのデビュー当時の、さらに幼い顔を見てほっこりしてしまったことでしょう。泣き笑いしながらジャージャー麺を食べた RM。見ているこちらが楽しくなってしまうほど、仲の良い姿を見せ、泣き笑いしながらジャージャー麺を食べたのは RM とジンです。最初は2人で塗り絵をしながらブライブをしていたのですが、ジャージャー麺が食べたいという RM に合わせて、2人でジャージャー麺を食べることになり、急遽イート人のようになりました。2人は、シュガとの曲の制作の話をしながら、冗談などを連発し、DNA の曲では、本当は使うはずだったものを歌ったりしていました。その中でも、ジンがさりげなく言った、インジョンヌンムル、認める涙という変な言葉にはまった様子の2人ですが、これは BTS のビッタンヌンムル、血汗涙をもじっています。ジャージャー麺を食べていても、この言葉を引きずった様子のジンは思い出し笑いし、RM もつられてか笑いが止まらなく、しまいには、ジンがジャージャー麺を吐き出してしまい、視聴者に汚い姿を見せてしまったことを謝罪しながらも、とっても楽しく泣き笑いしている姿を見せてくれたジンと RM でした。怖がり J-HOPE の涙目。J-HOPE といえば、ものすごい怖がりだということはご存知ですよね。そんな怖がりな J-HOPE の涙する場面は、かわいそうでありながら、お笑い芸人以上にリアクションが面白い時があり、実は好きという方が多いです。特に、再開することが決定された欄、BTS EP82 では爆笑シーンが盛りだくさんでした。バーチャルゲームでは、あまりのリアクションの面白さに、メンバーも笑いが止まりません。自分の番を待つ J-HOPE なのですが、恒例の表情管理ができていない、芸能人ではないような自信のない顔をし、すでに半泣き状態。しかも、周りがどうにか勇気づけようと話していますが、耳に入らないようでした。ゲームが始まると、すぐに腰が抜けてしまう J-HOPE。体も恐怖で硬直していたり、
ゲームのアイマスクをしていても泣いているのがわかるような口元を見せていました。そんな様子なのに、後ろから RM が煽るように話していて、J-HOPE はもっと怖がっているようにも感じます。本人は必死なので本当に申し訳ないですが、メンバーもアーミーも大爆笑のリアクションでしたし、最後は J-HOPE お決まりのログオフになってしまいました。かわいそうすぎるけど、面白くて見てしまう J-HOPE のリアクションは需要がたくさんありますし、BTS が再開するので、ついつい期待してしまいますね。2016年10月17日サイン会インソウルで泣いたテテ。2016年10月17日のソウルでのサイン会で泣いたと言われているのはテテでした。アーミーの推測によると、当時テテが育ててもらった大好きなおばあちゃんが他界した後のことだったため、傷が癒えていないような状態でサイン会に出ていたとのこと。そんな時に祖母が亡くなったことを知らないアーミーからおばあちゃんのことを気にかけてくれるメッセージをもらったようでした。辛い時期だったテテは思わず涙を流してしまったのでしょう。誰でも大切な人とのお別れは辛いですし、なかなかその傷も癒えることはありませんよね。時が解決してくれるとは言いますので、テテもあれから数年が経ち、少し気持ちも落ち着いているのではないでしょうか。2017年11月19日 AMA パフォーマンス後ホテルで泣いたシュガ。デビュー直後は期待もされず事務所が小さかったこともあり、メンバー自らチケットを売ったりと苦労が絶えなかったメンバーですが、2017年には韓国だけでなく世界的スターの階段を駆け上り始めました。2017年 AMA のパフォーマンス後、シュガは泣いたと言います。それは嬉しくて感動して泣いたのではなく、これから待ち受ける期待に対するプレッシャーの大きさにどうしていいか苦しみ泣いたとのこと。シュガはこれまで BTS の活動を予測し手紙に書くなどしていましたが、本当にそれが現実となっていました。ただここまでとなると、これ以上のものを想像していなかったのか、怖くなってしまったのでしょう。同時に RM も AMA のパフォーマンス後少し虚無感を感じ、それは BTS が目標よりもさらに多くを成し遂げてしまったからだと話しています。最近の万端会食でも多くのものを得てしまった重責について RM が話していましたが、これは2018年の万端会食で話してくれた内容なので、この頃から大きなプレッシャーを抱えていたことがよくわかりました。2020年10月10日、BTS マップオブザソウル1で泣いたジミン。ジミンが泣いたのは2020年10月10日 BTS マップオブザソウル1オンラインコンサートでのことでした。このコンサートは世界191地域99万3000人が視聴したそうです。2020年1月にパンデミックが始まり、BTS も影響を受け、世界ツアーが中止となり、アーミーと交流することが普通であった BTS は、アーミーと会うことができなくなったのはもちろんのこと、芸能活動がほとんど変わってしまいましたよね。オンライン公演である BTS マップオブザソウル1では、これらの様々な感情が溢れ出したようです。ジミンは、その胸の内を語り、それでもメンバーが楽しくライブをしている姿を見て、込み上げるものがあり、アーミーともオンラインでつながり顔を見ることができて涙が溢れてしまったようでした。ファンに向けて書いた手紙を読み上げて泣くジョングク。2020年のウィンターパッケージ内でジョングクが泣きました。毎年夏に出ていたものが冬になり、フィンランドのヘルシンキで撮影された初のウィンターパッケージでのことです。メンバーはいろいろなゲームを楽しみながらお小遣いをもらい、チームで楽しい時間を過ごし、それぞれで作ったスノードームをプレゼント交換するなど、アーミーが喜ぶ内容満載でした。その中でも BTS メンバーがアーミーへの手紙を一人一人書いて発表するという時に、ジョングクは読み終えると感極まって泣き出してしまったのです。手紙ではアーミーのことをたくさん考えるし、
アーミーも僕のことを考えてくれていますかなど、ジョングクが日頃からアーミーのことをたくさん考え大切に思っていることを話していました。後半には、今ではアーミーに有名なアムヘンあるアーミーは何があっても幸せじゃないとダメだよ。わかったと、アボパンボ、アーミー、フォーエバー、BTS、フォーエバーと添えて、最後にサライへと締めくくっています。そんな素敵なジョングクの手紙と綺麗な涙に、アーミーは、なんて心が綺麗な人なんだろう、アーミーでよかったなどと反応し、話題になりました。ジョングクが泣いてしまった時、すぐさま駆け寄るメンバーにもキュンしましたが、その後も肩を抱いて落ち着かせようとする RM の優しさに、さらにシム君、ドキッとするアーミーが続出していたことでしょう。まとめ、いかがでしたでしょうか？泣くと言っても、いろいろな感情のもとに涙を流した BTS がいましたよね。BTS はソロ活動を主にしていくと発表し、テテが今まで7人での活動に執着してきてしまったようだと話していたように、これからは BTS の活動の仕方が変わっても見守っていきましょう。